Hi everyone, today I'm at Wakamatsuku in Kitakyushu-shi at a bakery called Boulangerie Harimaya, which is famous nationwide for its hard-type bread. Harimaya is in its 10th year and it is being operated by the Ohara husband and wife team. In this video, I did an in-depth interview with Chef Ohara, who is extremely passionate about baking bread. Welcome once again to the Japanese Bakery Tour. Please enjoy the Japanese bakeries, which you will want to visit from anywhere around the world.いつも黙々と一人でやってるからでここその酒屋兼コンビニみたいな場所だったんですよ、で酒屋やみたいなコンビニの方やめて開いちゃったからお前使わないかって言われたから使いますこれが小麦粉と水を炊いたものです。湯気るって言います。湯気るを入れるとどうなるんですか？保湿もあるんですけど、あと甘くなるし、やっぱ日持ちさせたいんで、麹なんですけど、麹を液状の種です。これで麹使ってる目的は酵素を働かしてタンパク質とかを分解してもらって、ですごいその甘い味とか出るし、あとはもう消化にも良くなるんで、そういう意図ですね。微生物の力を借りて体の、負担にならないようなものにするのが大事でその状態で3時間は炊いておきたいかなっていう九州の小麦の可能性の追求みたいなテーマを自分に課してて、これも小麦の種類も多くないですか？20はないかな、10それ近いぐらいですかね。ブレンドするのが好きなんですよ。だからもう多分もともとブレンドされたやつとかもあるんですよ。そういうの使うのは結構僕つまんないです。自分でやりたいから。今結構こういう硬い状態ですけど、これが時間を置くとだんだん緩んできて柔らかくなっていく。もう焼けます。昨日成形した状態です。毎月第3週だけライ麦 100% っていうのを焼いてて、普段やってる生地と管理温度が違うんで毎日がちょっと難しくて今は。これ何ですか？これノルディックナッツブレッドって言って、
結構最近やってる人多くなってきたんですけど、グルテンフリーなんですよ。小麦粉を使ってなくて、ナッツとかフルーツをオリーブオイルとか卵とかでつなぐんですけど、これなんか時間経つごとに温度変えてるんですか？そうですね、だんだん落としていきます。もう一気に周りを固めてしまうんですよ。固化させて、で水分を閉じ込めるみたいな。あとはじんわり焼いていく。全粒粉 100% のブリオッシュ。ライ麦は香ばしさだったり保水力もあるので、クラムがすごいしっとりしててすごく美味しい。あとグルテンがないんで食感とかもやっぱ普通のパンとは違う食感で僕は好きですね。やっぱりライ麦パンの印象として硬くてすごい酸っぱいみたいな印象が多分あるんですよね。だからこう敬遠されるんですけど、その酸味がないパンとあるパンで同じチーズのしても絶対酸味がある方のパンの方がすごい美味しいはず。そういうのを提案したいんですけど、だからサンドイッチとか作ってそういうのもやってるのはもっと違うライ麦の使い方ができないかっていうところで今いろいろ考えてて、その一つがこのスコーンがあったりして、これやっぱりああいうパン売れないから作りたくないとかっていう人結構いるんですけど、そういうとこでもライ麦が使われるようになればいいなと思って今いろいろ考えてるところです。今何をまぶしてるんですか？ライ麦です。ライ麦全粒粉です。この技法が愛おしいです。僕がパンを作ってるという感覚がなくて、結局微生物が作ってるじゃないですか。人間なんかね、所詮そのフォローぐらいしかできないんで、なので
翌日来て記事見て、あ、こんな仕事してくれたんだみたいなのを感じるのがすごい好きです。だから毎日同じ表情じゃなかったりしますけど、それはそれでまたね、可愛い可愛い仕上げにラブのシロップ塗ります。ブリオッシュをアレンジしたクブロ。
ち揚げ焼きなんですよ。油で揚げるんじゃなくてこれだと油の排気が出ないじゃないですか。それがいいなと思う。ハンドハリンマヤっていう屋号がついた雑誌のはい載ってたやつですね、これ一番看板商品。のつもりですフランスにポアラーヌっていうすごい歴史のあるパン屋さんがあって、ピーって入ってるんですよ、空腹に。本当だ。これをこういうパン憧れてて、だからH って入れてるんです。一回塗ってまた焼きます。こうやってなんかいろいろライ麦入っててもいろいろできるなっていうのがね、証明できたらいいですよね。出来栄えどうですか？良い表情をしてくれてると思います。我ながらいや、たまにやっぱそうなんだろう、酵母と僕のテンションが共鳴する時あるんですよ。その時はマジでテンション上がりますね。これは何になってらっしゃるんですか？これはガーリックバターで隠し味にアンチョビを入れて、なんか後を引く感じの美味しさにしたガーリックバターです。木の実を入れて全粒粉でしょ。
酒と粉を5種類ぐらいブレンドしてて、食感とか香りとかここでも麹使ってます。麹をちょっこれ何ですか？とこれがレーズンの液種ですね。飛び出すかもしれない。これで色づきがすごい良くなるんですよ。あまりこねないように、すごいやっぱ個性のある小麦使ってるので、あまりこねなくように意識してやってます。これを30分おきにパンチ加えて生地にしていく感じですね。つながってないというか。そうですね、この段階はもう全然ですね。これが明日にはさっき分割したみたいな状態になるので、60円とレシートのお返しになります。ありがとうございます。自分が焼きたいパン心強く焼いてたらだんだんそういうパンがまず好きな人がわざわざ来てくれるようになって、そこから広がってみたいな感じです。なんかネットでハード系が美味しいって言ってて。ハード系ってあんまりないですけど、そうですよね。好きなんでハード系が久しぶりに来ました。なんかどういうところが人気があると思いますか？私なんか割とハードなパンが好きで、ポプラがあんまりちょっとそういうのが少ないので、ちょっと割とここまで